こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝と新森です。いつもこの動画を見てくださりありがとうございます。今日のこの動画を一言で言うと、Salesforce、Box、Gmail、DocuSign、フリー会計といったこの5つのツールをこんなに利活用している企業のノウハウを惜しみなく学べるセミナー形式の動画となっております。IT ツールを提供している企業や開発をしている企業では伝えられない事業会社、ユーザー企業だからこそお伝えできる利活用事例となっております。新堀さん、はい、この動画を見るとどういうことが学べるんですか？今あなたが導入している Salesforce、Box、フリー会計、DocuSignがこんなにも利用できるんだっていうことが分かるようになると思います。そしてその後には、こんなことできるんだ、じゃあうちもやりたいなって絶対に思えないようになってると思ってます。なんか30分後には誰かにこの動画をぜひシェアしていただきたいなと思います。僕もやりたいな、そうですね、うちにも入れたいなみたいな意味合いでのシェアですよね。はい。じゃあ具体的にどういうふうに見てもらいたいかっていうと、まずSalesforceを利活用できないからもっと使いこなしたいと思っているような経営者や経営企画 DX 推進チームの人、そして売上が増えるほど受注処理業務が増えて効率化をしたいなって思っている営業事務の方たち、そしてフリー会計を導入しているけどいまいち使いこなせていない経理部の役職者、こういう方々にぜひ見てもらいたいなっていうふうに思っております。そしてこういう風な提案をしたいなって思っているような求職者、転職先を探している方っていうにもぜひ届けたいなっていう風に思っております。成果は努力で作られる。早速スタート。今日のこの動画では Salesforce、Box、Gmail、フリー会計のシナジーで最強の業務効率化をお伝えをしていきたいと思います。具体的には営業事務、経理の働き方をアップデートしていきたいというふうに思っております。こんな課題抱えていませんか？新堀さん。はい。営業が本来の仕事に集中できないって聞いたことありません？これはめちゃめちゃ聞きますね。具体的にどういうふうな企業さんから聞こえてきそうですか？やっぱり営業さんがいろんな資料を作らないといけないとか、Salesforceもそうですけど、システムがこう入力する管理されるためだけのシステムになってる。だからお客さん先に行く時間がほぼない。月末になるともう書類作ることで精一杯だみたいな話はよく聞くかなと思います。こんな課題抱えていませんかの2つ目なんですけど、事務や経理がオフィスワークに縛られている。こういう企業さんってどういうふうな企業さんなんでしょうね。これ紙文化でリモートワークができないとか、このプリンターじゃないと印刷できないとか、あとは業務のそれをアウトソーシングするのが難しいのでこの人じゃないとできないみたいなことは多いかなと思います。最後、この課題なんですけど、売上を上げ続けるためには人材採用が最優先だと思い込んでる企業さん多いんじゃないかなと思うんですけど、これどうですか？この課題。いや、これ人を入れれば派遣を雇えば解決するって思われてる企業さんは多いかなと思います。この課題を解消して効率的で生産性の高い仕組みを作りたいっていう考えている方にぜひこのコンテンツを届けたいなっていうふうに思っております。では私たちフライクが実際に利用している IT ツールと営業や営業事務、経理業務におけるあるあるの課題をお話をしていきたいと思います。私たちフライクの利活用事例をお伝えする前に皆さんと課題の認識をしっかりとしていきたいので、あるあるの課題を深掘りをしていきたいなっていうふうに思っております。営業の皆さん、こんな言い訳していませんか？こんな言い訳なんかしてそうだなと思って、私の方でちょっと考えてみたんですけど、言い訳その1ということで、見積書作成に時間がかかってます。うちですね、見積書のフォーマットが決まってないから毎回作り直しなんですよねとか、フォーマットあるけど Excel 借りてから修正がめんどくさいとか、なんかこれよく聞きません？こういうのね。これめちゃめちゃ聞きますね。なんかね、僕たち同じお客さんに接してるから多分同じお客さんがファンって思い浮かんでると思うけど、なんか結構営業の方はこういう言い訳をしてるんじゃないかなと思います。で、次なんですけど、営業事務の方とか、営業の方もいると思うんですけど、契約の情報管理が煩雑でストレスになってるなみたいな、なんかどこを検索していいか分かりませんとか、手動だからあんまり管理できてませんみたいな人いると思うんだけど、どういう風なツール使ってそうですか？こういう人たち。Excel じゃないですか？やっぱり Excel 多いですよね。あと紙とかね、多いですよね。
じゃあ最後、営業目線、営業事務かもしれないんですけど、請求書作成と発送がいつもすごく月末になったらめんどくさいですと。やりたくない仕事ですと。っていう人たちって、なんか請求書を作らなくちゃいけない、請求書を作るための情報共有をする場所がない、なんていうことがよくあるんじゃないかなって思ってますけど、こういうお客さんいます？いますね。めちゃめちゃいますね。こういう企業嫌じゃないですか？入りたいですか？嫌です、嫌です。僕たちね、ワンクリックでいつも請求作成業も終わってるから、どれぐらい時間かかってます？私多分確認まで入れて15分とかで終わってると思います。でも結構枚数多いですよね。枚数多いですね。はい。20枚ぐらいかな。15分。151つあたり1分未満。そうですね。最高っすね。2つ目なんですけど、営業事務経理目線でのあるある課題なんですけど、売上に関する仕分け入力が後回しになるっていうこともあると思うんですけど、後回しになってる企業さんってどういう心情だと思いますか？入力したいのかな？したくないから後回しになってるんじゃないですか？他にもしなくちゃいけない業務がたくさんあるから。確かにね。ただ入れないとリアルタイムの経営の数字は把握はできないですよね。そうですね。次に3つ目、消し込みの作業が非効率のところなんだけど、消し込み作業がめんどくさいと思ってる企業さんってどういう風な企業さんの IT ツール状況だと思いますか？銀行から全銀フォーマットで落としてきて、売上と並べて OKOKOK なんだこれっていうイメージです。その企業さん、なんか残業多そうだね。残業そうですね。月末ね、月末月初大変そうだね。大変そうですね。5日まで。それが翌月末の給与までってなったら大変だね。最悪ですね。もうずっと忙しいじゃんっていう。大変そうだね。じゃあその結果、リモートワークにも移行できなくなると思うんですけど、まずリモートワークができなくなる理由っていうのが、いくつかあると思うんですけど、1つ目が紙ベースの処理が多くなる。で、必要なデータがオフィスに行かないと引き出せないっていうところもあると思うんですよね。そういった企業さんちょっと嫌ですよね。嫌ですね。で、最後、コミュニケーション不足がストレスにっていうことだと思うんですけど、全員が全員出社してたらいいと思うんですけど、ハイブリッド型になったりとか、営業が外出先にいたりとかっていうコミュニケーションできないと思うんですけど、経理に再就職したシンボリですけど、リモートワークができないとどんな気持ちになりますか？悲しい気持ちになります。どんな悲しい気持ち、請求書を出すために行かないといけないのかみたいなのはすごく嫌ですね。なんか行く意味があればいいですけどね。月末台風来ましたら最悪だね。最悪ですね。もうカッパ着て行きましょうか。絶対してないね、僕たちね。嫌ですね。そんなね、不平不満が一切ないと断言できる私たちフライクのシステム環境をしっかりお届けしたいなっていうふうに思っております。で、今日このお伝えする内容はすごくかいつまんでしかお伝えしないので、このシステム環境を見たいなっていう方はぜひホワイトペーパーをダウンロードいただいたり、お問い合わせをいただいたりして、私たちフライクと60分面談をさせていただけたら、しっかり私たちフライクの環境をお伝えをしていきたいなっていうふうに思っております。こんなセールスフォースの環境知らなかったんですけど、フライクに問い合わせでは早速ざっくりですね、概要レベルにはなりますが、4つの社内業務効率化の事例をお話をしていきたいなっていうふうに思っております。まず1つ目なんですけど、見積業務を効率化、商品マスターを活用した見積書作成ということで、私たちフライクはこういうことしてないですよっていうところからお話をしていくと、まず1つ目が Excel とか独自化されたフォーマットっていうのはまずないですよね。ないですね。そして商品マスターもしっかり揃ってます。あとは見積書の作成のフォーマットがしっかり統一されているのと、倫理プロセスも標準化されていると思うんですが、具体的な操作方法を教えてもらっていいですか？はい。今出てるのが見積明細のところですけど、商品分類大カテゴリーみたいなイメージですねを選んで、それと商品がそのカテゴリーで絞られてくるので、その商品を選ぶことによってマスター化されている回数とか単位、単価、金額、税率が全部計算されるっていう形でも2個操作をすれば1つの明細ができるっていう形になってます。あとは備考欄とかもある程度初期値で入れているので、もう本当に商品の明細を入力するだけで見積もりのデータが簡単にできてしまうっていう状態になってます。その後にしっかりと上長に承認をもらうっていうところで、セールスフォースの中で承認申請決められたプロセスを回して、承認が下りることで自動的に見積書に出てくる PDF のところに押印が押されるっていうところで勝手に出さないっていう仕組みもできております。はい、作った後、承認が終わった後っていうのは見積書出力機能があるので、これポチッと押すだけでもう完成された見積書がプレビューできるっていう状況になってます。
で、ここで具体的に使っている機能は、Salesforce の標準機能とカスタム機能を組み合わせています。で、カスタム機能を使うときには、見積書と見積明細っていうふうにレコードをあえて分けたいなっていうふうに思っているので、私たちはカスタムで自分たちで作っております。そしてボックスなんですけど、先ほど見積書を保存するっていう機能はあえてご説明はしていないんですけど、Salesforceの中で作った見積書が自動的にボックスに格納されて、そのボックス上の共有 URL が Salesforce の商談に返ってくるっていう風な機能まで実装をしております。続いて、社内業務効率化の2つ目ということで、過去提出した書類も一目でわかる提案書、提出書類を一元管理ということで、ご説明をしていきたいと思います。まずどんな課題を解決できるかっていうと、ファイルの探す手間っていうのが、まず私たちクライアントにはほぼほぼないですね。クライアントごとに統一されたフォルダになっているってすごくわかりやすいと思うんですけど、そうなってるから、2番目と3番目にもなるんですけど、関連ファイルが自動化、一元化されていたりとか、保存忘れの心配を解消することができます。では、具体的にご説明をしてください。はい。さっきのところで見積もりを作った後、見積もり書をプレビューした後っていうのは、ボックスの見積もり書ボックス格納っていうボタンを押すと、ボックスに自動的に連携されます。そしてその連携された PDF の URL が最終的に Salesforce の商談の画面の中に入ってくるので、もうこれをポチッと押すだけでそのリンク先に飛ぶことができますし、この URL をお客様に共有するだけでもう実際の見積書の送付が完了するっていう形になっております。その他にも注文書とか注文受書、研修書、納品書っていう形で全ての帳票が出力できるようになっております。続いて3つ目なんですけど、請求書業務を効率化ということで、リモートワークでも対応可能な仕組みを取っております。私たちクライクではプリンターがないんですよね。はい。プリントしなくちゃいけないというか、セブンイレブンまでね、書き込まなくちゃいけないんですけど、本当プリンターは置いていないので、請求業務、郵送業務はまずしていないです。で、リモートワークやアウトソーシングもできるように、クラウド上に全てがデータがありますし、部門間とのコミュニケーションを取るっていうところも全て Salesforce の中でやってます。そして最後にフリー会計の方に連動するために、売掛金一覧とか仕分けの業務っていうのも手間が削減できているっていうところが、リモートワークができるような状況になっております。では、具体的にどういう風な実装をしているのか、新堀さん教えてください。はい。今回の説明の中にないですけど、先ほどの見積もりっていうところから自動的にまず請求データができるようになっています。なので、見積もりを作って商談が受注したら請求データ作られているので、月末のタイミングっていうのはその作られている請求データを一覧から確認をして、一個一個見ていって、これも同じく PDF が出るようになっているので、請求書の PDF を確認して、これ OK だよねっていうところの確認を各案件担当の方で実施をしてます。各案件担当が自分の案件請求していいよってなったら、一覧の方からステータスを請求 OK に変えるような動きを行っております。で、各担当が請求 OK にしたものっていうのは、もちろんまだ請求書出力発行されてないので、ボタンはないので、この後、ボックスの方に連携するっていう動きを今度は経理の方で行ってます。もうこの段階でさっきあった営業と経理のコミュニケーションみたいなところは営業確認してる前提なので、経理の方ではもう何も考えずに全部チェックを入れて、請求書ボックス格納って押して OK って押すだけで、もう全ての請求書が一括で各お客様のフォルダの中に入るっていう動きになっております。請求書をボックスの方に自動格納すると、あとはもう送付するだけっていう形になるので、また同じように請求ステータスが今度はメール送信可能に変わるので、可能になっているものを一覧からチェックをつけて、最終的にポチってまたボタンを押すとメールが自動的にお客様に飛んでいくっていう流れになっております。と同時にフリー会計の方に仕分けデータっていうのも同時に作られるので、売上を締める、請求書を送る、仕分けを入力するっていうこの3つの流れっていうのがこの一覧からもう簡単にできるような形になっております。メール送信のボタンをクリックすると、自動的に Salesforce の中の To と CC のメール送信先の人をセットしておくと、その人たちにメールが自動で届き、具体的にこういう風な画面で、お客さんは私たちくらいが Gmail ですけど、Gmail 経由で飛び、フリー会計には仕分けが起きてるっていう風な魔法ですよね。はい、魔法ですね。魔法使いなんで。ワンクリックでここまでできるのすごいですよね。楽ですよね。でなおかつ、活動履歴にもしっかりと履歴が起こるから、誰が請求書を送ったんだっけとか、いつ送ったんだっけとか、お客さん結構聞いてくるじゃないですか。そうですね。
請求書ちょっと入金忘れてたんですけど、いつ頃送られてる請求書ですかみたいなことも聞かれることはあると思うので、セールスフォースの中で見ることによって、営業が経理に聞いたりとか、経理が営業に聞いたりとかっていうのはなくなりますよね。そうですね。フリー会計とボックス使ってないんですけど、フライクならマネーフォワードでもドロップボックスでも大丈夫です。そして最後、社内業務効率化の4つ目ということで、消し込み業務の効率化と情報共有のスムーズ化ということで、まず台帳との付き合わせ作業っていうのは私たち大学はしていません。そして未入金情報の共有っていうのも自動化になっております。では具体的に内容について教えてください。はい。消し込みはフリー会計側で行ってるんですけども、インターネットバンキングとフリー会計を連携しているので、入金があったものっていうのは入金の一覧が出てきます。もうここである程度フリーのこの自動で経理っていう機能である程度取引と請求書と一致させてくれるので、それをもう確認していって間違ってなければ登録っていうところをポチポチ押していくだけの作業になっております。経理の方でフリー側で入金消し込みが終わると、その情報をセールスソースに戻したいので、セールスソースの先ほどの請求一覧画面の方から入金情報を取得っていうボタンをポチッと押すだけで入金消し込みされたデータが返ってくるので、営業とかは会計システム見れないと思うんですけど、実際に本当に入金があったのかどうかっていうところを営業がダッシュボードで見れるような仕組みになっております。詳しくはホワイトペーパーブログをチェック。今日の動画のまとめです。今日の動画ではセールスフォース、ボックス、Gmail、フリー会計の話をしてきましたが、これをしっかりと利活用といいますか、単体でもそうですし、掛け算ですよね。セールスフォースとボックス、セールスフォースと Gmail、そしてセールスフォース、ボックス、フリー会計っていう風な掛け算をすると情報共有だったりとかプロセスの自動化をやってくれるので、人がいないとできないとか人に頼らないとできないみたいなことがなくなるので、めちゃくちゃ利便性が高くなると思うんですよね。なので冒頭でもお伝えしたように、この動画を誰かに共有したくなるっていうのは、多分このセールスソースとかボックスとかフリー会計って入れてる企業さんって5万といると思うんですよね。ただ、うちみたいにしっかりと利活用できていない企業さん多かったりとか、そのパートナーさんからこういう風な提案をされていないから、そもそも知らないっていう人が多いと思うので、ぜひこの動画をご共有いただけると嬉しいです。今日の動画はここまでです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。今日のこの動画では、経営者の方だったりとか、経営企画 DX 推進チームとか、情報システムとか、営業の方の多分参考になったんじゃないかなと思ってて、セールスフォースを利活用したいけど、もっと使いこなしたいとか、売り上げを上げちゃうと受注業務が多くなるから大変みたいな人たちって、絶対この動画見た方がいいと思うんですよね。そうですね。なので、ぜひこの動画を見ていただいて、シェアをしていただいて、もし、こういう風なシステム開発をしたいなっていう方いらっしゃいましたら、私たちフライクにお問い合わせをいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。最後にシンボリさんから一言で締めたいと思います。どうぞ。安心してください。ボックスじゃなくても大丈夫だと思いますし、フリー会計じゃなくても大丈夫だと思いますしっていうところで、我々はたまたまボックス、セールスフォース、フリー会計ですけど、マネーフォワードでも Google ドライブでも実現はできると思うので、ちょっとうち使ってるツールと違うんだけどっていう企業さんもぜひ興味を持っていただいたら、一度お問い合わせをいただけるとすごく嬉しいなと思っております。セールスフォースじゃなくてもですか？セールスフォースはセールスフォースであってほしいですね。らしいです。セールスフォースを使っている方で、こういう風な改善をしたい方、フリーでもマネホでも何でもいいですと。任せろと。はい、お任せください。ぜひお問い合わせください。では次の動画までお楽しみに。バイバーイ。